こんにちは、シャチパンです。さて今回は先日レグザの2026年モデルが発表されたので、その進化点について解説していきたいと思います。実はシャチパン、ありがたいことにメーカーの新商品内覧会に呼んでいただき、すでに実物を見てきました。メディアの方々の邪魔にならないよう気配を消していましたが、今回その時感じた印象なんかも交えながら紹介できればなと思います。それではやっていきましょう。TVS レグザから発表のあった2026年モデルはご覧の4モデルです。有機 EL が1つ、液晶モデルが3つです。X がつくのが有機 EL モデル、Z がつくのが液晶モデルです。今回の発表は液晶の方が断然力が入っています。今期から新たに RGB ミニ LED が採用されたからです。モデル名も変更が入り、それまで最上位モデルであった Z900 番台はなくなってしまったのか、新たに ZX シリーズが最上位モデルとなりました。それから人気の中位モデル Z800 番台も昨年まであった Z875 や Z870 が Z890 に一本化され、有機 EL モデルの方は現在上位の X9900、中位のX8900 シリーズの2ラインナップでしたが、新たに X770 シリーズという下位モデルが追加されました。勇気試してみたいけど価格がという方向けの商品となるかと思います。去年の有機 EL の進化は目覚ましいものがありましたから、今回はちょっと休憩といったところでしょうか。なお、有機 EL の中以上のモデル発表は今年の秋、冬には何かしら出すかもという発言が説明会にありました。有機ファンの方も待っているといいことがあるかもしれませんね。それでは新モデルの進化点に触れながら各モデルの解説をしていきます。まずはパネル。画質を担う最重要部品です。有機の X770S は有機の通常モデルとして今年からラインナップに追加。表現力は上位モデルに及ばないまでも、その分価格が抑えられたモデル。黒の表現は圧倒的な反面、有機の弱点でもある白の輝度表現がどう落とし込まれているかがポイントでしょうか。パネルは特段注目するポイントはなく、ハーフグレアタイプです。液晶モデルは何といっても今期から新採用された ZX シリーズの RGB ミニ LED が目玉です。従来のミニ LED テレビはバックライトに青色 LED を用い、量子ドットシートで波長変換した赤緑を用いて映像を映し出していました。これに対し RGB LED は赤、緑、青に発光する超小型 LED をパッケージ化することで、量子ドットを介さず RGB を作ります。バックライトが3色になったんですね。特徴は従来パネルよりも色表現が上がり、高視野角。それから余計な光を光らせないで良くなった分、光の漏れ込みが減り、明暗表現が優れます。光が漏れ込むと明暗の境界で黒が浮くハロー現象が起き、映像の引き締まりが損なわれてしまうからです。花火の映像では花火を明るく迫力のある映像にしつつ、周囲が白く浮いてしまっていた現象が抑えられるでしょう。実際会場では昨年の最上位モデルと並べておいてありましたが、デモ映像に限って言えば赤や緑の表現もさることながら、明るさも2割程度高まっていると感じたでしょうか。色表現範囲は従来比 15% アップしたとのことです。RGB LED の一つ一つが制御エリアを担っているような動き。今回部分駆動数も増えていそうです。より明暗表現に期待できそうですね。今までは青だけだったバックライトがカラーとなったことで、ライトだけでどんな映像かわかるようになりました。このデモに直接的な意味合いというものはないかもしれませんが、見た目的にはかなりインパクトがあります。3色となったことで処理は3倍。さらに言えば赤 LED は緑や青と駆動電圧が違うことから、電源回路も2つ用意していることが考えられ、設計者も大変だったろうなと思いました。実際映像表現の実力は
機会があれば自分でも測定してみたいところです。それ以外のところでは Z890S の明るさが2割アップしました。量子ドットシートの採用は昨年と変わらず Z890S までとなります。一昔前まではミニ LED といえば最上位モデルのみの採用でしたが、現在では倍速液晶といえばほぼ全てのモデルに搭載されるまでになりましたね。続いてサイズ展開。ここは気になる方が多いかもしれません。注目の RGB ミニ LED モデルはある程度予想通りというか、65インチからのモデルラインナップとなります。最近はレグザだけに限らずこの展開が多く、最上位が欲しいなら65インチ以上を選ぶしかないのが現状です。それ以外のところでは Z890S は昨年通りのラインナップ、Z770S は43インチが追加されました。それから有機モデルの方は1個上の X8900 シリーズと同様のラインナップとなっています。次に高画質機能。今回の発表は RGB ミニ LED モデルが主役なので、どうしてもそちらに引っ張られてしまいますが、従来からあったエリアコントロール、電流最適化による輝度ブースト、AI の映像解析による処理を RGB ミニ LED 用に最適化してきています。さらっと流していきますが、相当の苦労があったかと思います。それ以外には全モデルで AI コントラスト処理が追加されました。これはシーンごとに輝度を分析し、暗部と明部のディティールを保ちながら高画質を実現する機能です。S 字処理はコントラスト強調、持ち上げは暗部を見えやすくする処理です。ここらのトーンカーブ処理は視認性を上げる手段として一般的な技術です。シャチパンもよくやったりします。ジャンルに応じて最適処理する AI による高画質処理は全モデル搭載です。続いてサウンドです。まずは ZX シリーズのサウンドシステム。13個ものスピーカーを 140W で駆動します。構成自体は昨年の最上位モデルと同じで、画面下部に 2way のバスレフ型フルレンジスピーカー、中央に低音を担うウーファー、上部にトップスピーカー、そして音の広がりを担うサイドスピーカーで 5.1.2 チャンネル。コストのかかった豪華な構成です。なお、85インチ以上のサイズとなると、スピーカーがほぼ倍ついていて、総数24個となります。Z890S の構成は、先ほどの構成からサイドスピーカーをなくした構成。7個のスピーカーで 70W 駆動です。前のモデルの Z875R 踏襲でフロントスピーカーシステムです。スピーカーが前面を向いているため、その分音がクリアでしょう。Z770S は構成こそ Z890S と同じですが、フロントスピーカーではなく、スピーカー自体が下を向いたボトムスピーカーシステムです。一般的なテレビの構成ですが、前面スピーカーと比べると音はこもりやすいです。今回新たに追加となった有機モデル X770S は、さらにトップスピーカーが省略されたシンプルな構成。5個のスピーカーの 60W 駆動です。サウンド構成は今年大きな変更はありませんでしたが、調整機能に追加があります。まずは全モデルでイコライザーの調整幅が5バンドから20バンドに増え、より緻密に音質を調整できるようになりました。それから ZX シリーズで低音、高音を独立してラウドネスをコントロールする機能が追加となっています。人の耳は周波数によって聞こえやすさが違いますが、この聞こえやすさをグラフ化したものをトーラウドネス曲線と言います。縦軸が音圧で、いわゆるテレビ音量、横軸が周波数です。この機能はテレビの音量に従って聞こえづらくなる音を自動補正してあげる機能です。また今期のモデルから全モデルでレグザのサウンドバーとの連携機能が追加されました。高音質なサウンドバーをメインに鳴らしながらも、テレビスピーカーが補助的に動くことで
画面中央から音が聞こえるような低位調整がされているようです。続いて便利機能。いくつか機能が追加となっているので触れていきます。まずはレグザの強い録画機能でプロフィール切り替えが追加となりました。 YouTube で言うと初めのログイン画面で個人のアカウントを選ぶようなイメージです。これにより家族それぞれが好みのジャンルや推しを登録することで、それぞれの好みや視聴履歴に合わせたコンテンツをおすすめできるとしています。これ個人的には非常にありがたい機能で、おすすめ番組見ようとしても子供が見ているしまじろうの番組とかもよくおすすめで出てきたりしていました。個人を判別できるようになり、より好みを精度よく把握することができるでしょう。それから様々なスマート機能に対応しますが、全録であるタイムシフトマシンは Z890R のみの採用で、最上位の ZX シリーズは非搭載であることには注意が必要です。ダブルウィンドウ機能も今期から録画番組との2画面表示に対応。それから画面近くでの視聴に対してお好みで画面サイズを変更することができるようになりました。また HDMI 端子にも今回変更が入っており、晴れて全4端子 HDMI2.1 対応となりました。これで4個すべての端子で 4K144Hz が楽しめます。ゲーマーの方には対応遅すぎと言われるかもしれませんが、嬉しい変更ですね。最後に価格です。55型と65型の価格を記しています。液晶最上位の ZX シリーズは65型以上の対応なので、それのみの記載となります。昨年モデルの初値と比較するとこのようになります。物価高の影響か、残念なことにかなりの値上げがされています。今回追加された有機 EL モデルは1個上のモデルと比較しても3万円ほど高くなっており、 RGB ミニ LED モデルは新しい方式ということもあり6万円高い設定ですが、タイムシフトマシンには非対応という部分は人によっては残念に感じるでしょうか。人気グレードの Z890S も6万円値上げ。今回最も煽りを受けたモデルです。スタンダードモデルの Z770S は55型の値上げはそうでもありませんが、65型は同様に大幅値上げです。昨今のこの状況ですから、他のメーカーも同様に値上げが予想されますが、この価格設定が今後どのような影響が出てくるか、引き続き業界を注視していきたいと思います。なお、この価格はあくまで定価であり、これから時間とともに落ちていく傾向です。モデルによっては半額程度まで落ちることもありますので、その時期を知りたい方はこちらの動画でお伝えしておりますので、気になる方は後で参考にしてみてください。さて、まだご紹介できていない部分はありますが、新モデルの特徴についてざっとご紹介しました。今回の目玉は何といっても RGB ミニ LED の ZX シリーズですが、その傍らで機能面の進化が全てのモデルに、新たに有機 EL モデルの追加ラインナップと順当な進化だったかと思います。他社が苦戦中のテレビ業界ですが、ここに来てラインナップ追加とはレグザは絶好調といったところでしょうか。価格だけが少し残念ですが、あらゆるものが高騰していっているので、買い替えをご検討の方は視野に入れてもいいかもしれませんね。最後にインチ情報と発売日をまとめました。2026年4月下旬現在、ラインナップはこのようになっています。今後の流れとしては、5月22日にミニ LED のスタンダードモデルが一斉に発売。5月29日に目玉の RGB ミニ LED モデルである ZX シリーズ、人気グレードの Z890S が発売です。最後に6月26日、追加となった有機 EL のラインナップ発売という流れになります。購入検討中のモデルがある方は参考にしてみてください。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。最後まで見てくれてありがとう。また見てくださいね。バイバイ。